ちは、ノリズプロリンです。この間のね、YouTube ライブ、夜遅くだったにもかかわらず、たくさんの方に見ていただいて、本当にありがとうございました。ファンミーティングの雰囲気を少しだけしか伝えられなかったんですけど、今回30分ぐらいの、YouTube ライブだったので、もうでもね、今日からは韓国に行けなかった皆さんにも行った気分になってもらえるように、飛行機乗るところから紹介したいと思います。10月の23日の動画なんで、今後また韓国に行く方は参考にしてもらえたらと思います。で、なんかだんだん状況も変わっていくので、今現在は韓国へ入国するのに用意するものっていうのがあって、搭乗72時間前に電子渡航認証っていう KETA っていうね、旅行許可が必要です。で、もう一つ準備するのが Q コードって言って検疫情報事前システムっていうものなんですけど、この Q コードは入国時に検疫手続きの短縮のために登録利用が推奨されているものです。2022年の10月1日以降は韓国入国後1日以内の PCR 検査が廃止されたので必要ないんですが、日本に入国する際にワクチンの3回接種の証明書もしくは72時間以内の PCR 検査の陰性証明書が必要なので、この書類についてもね、もうすっごいいろいろとややこしかったんで、動画の中でね紹介しますんで、それでは韓国へ GO！ 空港着きました。ひまちゃんお茶してました。ちゃんともとマクドでお茶してました。今から行きます。今から飛行機の搭乗手続き行きます。もつもつレッツゴー。空港いらっしゃいます。ちゃんともです。ケイコリン今から搭乗手続き行きます。検査結構厳しいです。で、液体状のものはなんか入れ物に入れなくちゃいけないみたいで、あとなんかスプレーとかかかりますんで気をつけてください。なんと恥ずかしいけどじゃんちょっと恥ずかしいけど3人でもう搭乗手続き完了して今飛行機待ってますじゃーん。ちょっと今私のちゃんともにこれ T マネーカード借りました。ちゃんくんの T マネーカードですいいな、ね、かっこいいですね。もうねこの人ともうすぐ会えると思うとね、皆さんどうですか？現実的じゃない？なんかまだケイコリンどうですか？なんかね、横浜以来もんね、だって横浜の時さ全然記憶ないからさもうね、今日は絶対覚えとこうって感じ。覚えておきます。飛行機乗りました。なんと飛行機に乗って外はめっちゃいい天気ですね。もうこのまま次着いたらチャン君のいる韓国にこれ離陸します。なんとあそこの T-Ways の羽揺れてます。ちょっと怖い。今も振り返ったら羽どっか行ってたらどうしようって話してたとこです。離陸します。
ちゃって、で咳と倦怠感ってね、まるでコロナっていうね症状でね、だいぶヒヤヒヤしたんですけど、熱は出なかったんですけど、この熱が出なかったっていうのもね、力技でもういっぱい食べていっぱい食べました体調戻ってからもう念のため検査したら陰性だったんでね、もうねまるで息子妊娠した時みたいに喜びましたワクチン証明をお持ちの方は安心なんですけど、陰性証明が必要な方はいろいろと注意が必要なので、私が調べた情報をこちらの飛行機の映像とともに紹介させていただきますね。今県の事業とかで無料で行われている PCR 検査の陰性証明なんですけど、実はこれ国内旅行には使えるんですけど、海外旅行には使えません。で、なぜかというと、この陰性証明は海外旅行に必要な記載事項の全てを網羅されていないからだそうです。で、海外旅行に必要な陰性証明の参考書式は、厚生労働省のホームページの水際対策ページに載っていますので、参考にしてみてください。URL はこちらの方につけております。そしてこの陰性証明書は医師に記載してもらう必要があるので、その点も、注意が必要です。町にある PCR 検査場には医師がいないので、そこでは書いてもらえないので注意が必要です。韓国2泊3日の旅行では、渡韓の前日は、渡韓の前日がまだ72時間以内なので、日本で、PCR 検査していくことも可能なんですが、渡韓の前日が平日であればいい方法があります。無料の PCR の授業をしている、病院、無料の PCR の授業をしている病院で PCR 検査を無料でしてもらって、でその病院で海外渡航用の陰性証明書を記載してもらうっていうのがね、一番安くていいかと思います。私の近くの病院だと陰性証明書は2200円で記載してくれると言っていたので、韓国で受けるよりも安いからいいなと思いました。私たちの出発日が日曜日だったので、土曜日の病院の営業が午前中っていうこともあり、利用することができませんでした。なので前日が平日の方は、そういう無料のところでして、海外旅行用の陰性証明書を書いてもらうっていうのが一番お得かと思います。そしてもう一つ、韓国での PCR 検査も曜日によって値段が違います。で、日曜日は少しお高めなので注意は必要です。日曜日は、11万ウォンでしたこのね陰性証明、本当にちゃんと確認しておかないと韓国から帰国できないので、本当に気をつけてください。で、私たちは、飛行機に乗る直前の搭乗の際に確認されたので、この時点で不備があると乗せてもらえません。で、ワクチン3回接種している方は大丈夫ですが、陰性証明が必要な方は本当に注意が必要です。いやいや、着陸体制に入ってます。無事韓国上陸できそうです。ありますよ。着きました。韓国上陸。上陸。おたた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 た
無事着いてよかったです。なんと空港に着いたんですけど、なんか結構すんなりそうですね。私は多分午前中一番早い便だと思って、今 Q コード見せてとりあえずここまで来てますね。あとは入国の手続き終わったら到着です。今からバス乗ります。到着しました。韓国です。空港着いてます。あとは移動するのに。トムさんどうでした？ここまでは。まだなんか実感がない。ねなんか、到着して来たんやっせて感じ。やね。無
無事インチョン空港到着です。荷物ないんでそのままで行く予定です。ね、なんか思ったより、着いたの何分ぐらいだったかな。20分ぐらいに飛行機降りれたかな。25分の予定が20分ぐらいに飛行機降りれて、今出口にだいたい45分ぐらいです。なんでめっちゃ早かったです。無事着きました。空港前です。なんとちょっと涼しいです。なんかちょっと体感13度とかって感じちゃう。いやもっとあるかな。15度ぐらいあるんかな。もっとあるかな。18度ぐらいあるのかな。思ったよりやっぱり日本よりやっぱり湿気少ないんでなんか気持ちいいです。でもなんか入国審査は結構もうめちゃくちゃスムーズにいきました。もうほぼ何も書かれへんかったな。なんかシャーシャーってある意味外国人すごい少なかったんでもうシャーシャーっていきました。どんな擬音好きよって感じやけどな。うわーめちゃくちゃ青いね空。ここか。ちょっと待っててや。いかがでしょうか。今回は韓国に上陸するまでの注意点でした。これからね韓国に行きたいと思っている方はねぜひね参考にしてみてくださいね。次回はお待たせファンミーティング編です。インチョン空港からタクシーでホテルに向かって荷物を預けて会場に向かいました。で韓国に着いてびっくりしたのがソウル特別市に入るとねもうめっちゃ車混んでるんですよ。でそれを考えておかないといけないですよね。そして車で移動してたら思ったんですけどもう車めっちゃ多い。でその上路駐していることが多いので道めっちゃ狭いです。で車が当たらないかねすごいヒヤヒヤしました。で韓国ってすごいですね。そしてねなんとびっくりしたのはねホテルにもよるとは思うんですけど私たちが取ったホテルは日曜日のチェックインは9時以降になりますって言われてで夜の9時以降ってなってなんでって感じでした。こんなこともあるので気をつけてください。それでは今日のコメント紹介します。ファンミーティング後の YouTube ライブの紹介をした、動画にいただいたコメントです。ルナさんです。ピロリンさんこんばんは。いよいよとかんですね。いっぱい楽しんできてくださいね。ファンミーティング終わってからのホテルからのライブびっくりありがとうございます。でも本当にありがとう。いけない私たちのために素敵なプレゼントを感謝ですといただきました。いや本当にねでもたくさんのね方がね夜遅くまで付き合ってくださって私もすごく嬉しかったです。またこれについてはいろいろ企画していきたいなと思ってるのでそちらの方もお楽しみに。しずえさんからもファンミの動画すごく楽しみにしていますといただきました。次回はファンミーティング編です。この間ファンミーティングの全貌を撮っている方がいらっしゃったんでその YouTube コミュニティの方で紹介しているのでぜひそちらの方もご覧ください。次回はファンミーティング編お楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価チャンネル登録コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリズピロリンでした。アンニョーン。